はい、それからこちらはもううちで6、7年眼種を患っている、私がバラを始めた当初からうちにあるラジオです。このお花だけ見るともう何のバラだかよくわからないような感じで、でも何年もお花を咲かせてなかったんですけれども、今年新たな株がないようでしたのと、あと結構元気そうなベーサルシュートとかサイドシュートが上がってきていたので咲かせてみました。お花を近づけると控えめですけども、本来のラジオと同じようないい香りがします。全体像としてはこんな感じです。このお花はこのお花で可愛いと思うので、このまま良くなってくれて毎回お花を見せてくれるといいなと思っています。はい、こちらはフランボワーズバニーユ1号の2番花です。お花を近づけるととてもいい香りがします。この子も2番花は少しお花が小さめの気がします。全体像としてはこんな感じです。花枝がしっかりしてるんですが、結構長く伸びるので、伸びすぎた花枝は支柱に絡めるようにしています。はい、こちらカリプソの1号、誘引してある方の子ですね。1号も2番花咲き始めています。カリプソは本当に次々とつぼみを上げてくれるバラだと思います。ただ咲くと散るのも早いです。気温が高くても元気に咲いてくれます。お花を近づけると香りがわかります。でも2番花は随分小さいお花になってしまったと思います。もう夏のお花という感じですね。全体像としてはこんな感じです。まだまだつぼみがたくさんありますので、次々咲いてくれると思います。楽しみです。はい、こちらプリンセスシャルレーヌ・ド・モナコもようやく見頃になってきました。お花を近づけると少しスパイシーな香りもあるような気がします。去年は我が家のバラ全体がハマキムシ被害がひどくてちょっと気づかなかったんですけれども、プリンセスシャルレーヌ・ド・モナコってかなり遅咲きの方の子だったんですね。プリンセスシャルレーヌ・ド・モナコ、我が家のもう一鉢ある方のブッシュ仕立ての子はまだすごいブラインド状態でした。で、今年試しているみたいにブラインドの子はそのままブラインドの処理をせずそのまま待ってみようと思います。全体像としてはこんな感じです。今年は枝枯れもあまりなくて
大きく育ってくれて、たくさん咲いてくれたと思います。よかったです。はい、こちらはうっかりお花が終わりかけるところでした。エルと言います。とってもいい香りのするバラで、お気に入りの香りの一つです。この子もかなり遅咲きのバラですね。で、今年は春一番の花は3つしか見れないようです。ちょっと残念です。昨日薬剤散布をしたので、お花がかなり汚れちゃってますけども、お花の内側に黄色みの入る複色系でお花を近づけるととってもいい香りのする子です。全体像としてはこんな感じで8号鉢です。はい、こちらはローズデキャトルバンの2号です。この子もものすごくブラインドを毎年する子なんですけれども、ブラインドの処理をせずそのまま待っていたら、例年よりたくさんのお花数をつけてくれました。例年はブラインドの処理をして大きいお花が 2,3 個、それくらいしか咲いてくれませんでした。で、今年はお花は小ぶりのようですが、たくさん咲いてくれました。お花を近づけるととってもいい香りがします。で、この子は重厚な香りが魅力のバラなんですけれども、今回お花数が少なくなった分、少し香りもライトになっているような気もします。全体像としてはこんな感じです。この子お気に入りのバラなので、たくさんお花をつけてくれて本当に嬉しいです。これからはブラインドの処理はしないでお花を楽しみたいと思います。はい、こちらはノバーリスです。この子もだいぶ遅咲きのバラなんですかね。去年の夏にバラの家さんから6号鉢に入ってやってきてくれた新苗のうちの一つなんですが、だいぶ背が伸びたので支柱に誘引してるんですけれども、今回上の方にまとまって咲いている感じです。でも私の記憶では6月の初め頃に数輪下の方とか真ん中あたりからお花が咲いていたように思います。お花を近づけるとうっすらと香りがわかります。全体像としてはこんな感じです。だいぶ花枝のステムが長い子ですね。でもとてもしっかりとしたステムなので、上を向いてしっかりと咲いています。はい、こちら少しですがコラーユジュレの
2番花も咲いていました。前回ご紹介したのが6月19日だったみたいなので、1番花の続きかもしれないんですけれども、でも1番花が咲いた後にできたつぼみだったので、2番花で数えようと思います。ちょうど昨日薬剤散布だったので、お花も葉っぱも汚れちゃってちょっと残念ですね。お花を近づけてもちょっと香りが今回わからないようです。全体像としてはこんな感じで8号鉢に入っています。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。